こんにちは、かなこです。今日はフラワーエッセンスが助けてくれる幸せについてお話ししようと思います。皆さんも自分が幸せだなーって感じることがあるのではないかと思うんですが、実はその幸せには3種類あるんです。今日はその幸せの種類についてと、フラワーエッセンスがどの種類の幸せを助けてくれるのかをお伝えしたいと思います。幸せの種類を知ると、自分は十分満たされているはずなのになんだか幸せじゃないとか、何か満たされないって感じていた場合、もしかするとそれを解決するヒントになるかもしれません。それでその幸せの種類なんですが、幸せにはいろいろありますよね。美味しいものを食べた時、美味しいって感じるのも幸せって言えるし、アロママッサージを受けて疲れやストレスが解放されて極楽じゃーって感じるのも幸せだろうし、その他には旅行して楽しいとか、何かを達成できて嬉しいとかも幸せだし、もしくはただ家族が健康で順調に暮らしているだけでもそれも幸せですよね。ではこれらがどんな風に分類されるのかを見ていきましょう。幸せの分類、1つ目はヘドニア、2つ目はフロー、3つ目はユーダイモニアです。ざっくり説明しますと、1つ目のヘドニアとは美味しいものを食べたり欲しいものを買ったりお金で買える幸せのことです。アロママッサージを受けて超極楽って感じたりの肉体的な幸せもこれに入ります。物質的な幸せというふうにも言えると思います。そして2番目のフローというのは、何かに没頭して自分を忘れている状態の幸せのことです。よくフロー状態という言葉を聞いたことがあるのではないかと思うんですが、フロー状態というのは時間が経つのを忘れるほど何かに没頭して外から受ける刺激にも気づかなくなる状態のことで、そういう状態の時は自分が満たされて満足している状態だと思うんですけど、それもやはり幸せの一つということなんですね。フローというのはそんなフロー状態の幸福感のことです。さらにこのフローには2種類あって、受動フローと能動フローがあります。両方とも時間が経つのも忘れたり我を忘れるくらい何かに没頭する幸せというのは同じなんですが、受動フローは映画を見たりライブに行ったりしてその世界に浸ってフロー状態が起きることです。私は最近では映画のスラムダンクを見て、もうめっちゃ受動フローを体験しました。スラダンの映画が見れること自体が幸せだと思いました。もう本当にあっという間で時間が経つのも忘れていました。これらはつまりこの外からの刺激を受けてフロー状態が起きている状態です。それに対して能動フローは自分が行っていること、つまり、能動的にしていることに対してフロー状態になる幸せのことです。例えば絵を描いている時とか何かを作っている時とか、自分でやっていることにフロー状態になることです。この状態では人は充実感や満足感が得られて幸福感が増すということですね。最初のヘドニアに比べてフローはちょっと精神的というか内面のことに近づいてきた感じですね。そして最後の3つ目のユーダイモニアは自己実現したり生きがいを感じることで得られる幸せのことです。ある意味自分はこれをするために生まれてきたんだと思うことをやっていく幸せでもありますね。つまりは霊的スピリチュアルな幸せとも言えるでしょう。なぜこれが霊的スピリチュアルな幸せかというと、自己実現するとか自分の生きがいって何だろうって探すには自分の外を探すのではなく、自分の内側を見ていくものですよね。何をしたら自分は充実感を感じるのか、何をしたら自分は本当に満足できるのか、こういったことはこの自分の中を見たり自分をしっかり感じないと見つけることができないですよね。私はそういった自分の内面の世界を探求していくことをスピリチュアルだと思っているからなんです。私は目に見えないものが見えるとか、何か上の存在が聞こえるとか、そういう能力自体をスピリチュアルというのではなくて、自分の内面の探求をすることをスピリチュアルというんだと思っているんですね。要は生き方と言いますか。なのでユーダイモニアというのは
自分のスピリチュアルな部分の幸せだと私は思っています。スピリチュアルって自分の幸せを探求することでもあると思うんです。自分の人生を充実して生きることができれば自然と幸せになっていきますよね。そして、人間は自分のテーマを果たしていけば、テーマというのはそういった自分が充実感を感じることであったり、自分が満足して幸せになることなんですが、それを追求していくと自動的に他の人に貢献することになると言われているんですね。つまりまずは自分が自己実現して幸せになることが他の人に貢献することにもつながっていくということです。それでこの動画の最初に言った幸せの種類を知ると自分が満たされないと感じる時の解決のヒントになるかもっていうところに戻るんですが、私が思うにこれら3種類の幸せのバランスが取れて人は本当に幸せなんじゃないかと思うんですね。ヘドニアも楽しいんですけど、こればっかり追いかけてもなんか前と同じことをやっても楽しくなくなってきて、こうもっともっとってなって結局足りないって感じるようになって終わりがなくなって逆に疲れてきたり虚しくなったりするかなと思うんですが、でかといってユーダイモニアだけ突き詰めてもなんかこう息抜きが欲しくなったりするかなと。自分を探求するのは素晴らしいことなんですが、やっぱり修行僧ではないので、この現代のいろんな楽しいことや面白いことがある世界で暮らしているので、そういう俗世間的な楽しみも大切っていうか、これら3つの種類の幸せをバランスよくやっていくのがいいかなと私は思うわけなんです。そのバランスはその人によって違うかもしれないですね。その人のバランスでバランスよく体験するのがいいんじゃないかと思います。なので、何か自分幸せじゃないなと感じたら、これらのバランスがどうなっているかを自分の中で観察してみたら何かヒントになるかもしれません。で、それでですね、前振りがめちゃ長かったんですけれども、フラワーエッセンスと幸せの種類がどう関係してくるかというと、フラワーエッセンスが助けてくれるのはこのユーダイモニアの幸せなんですね。自分の内面の幸せを助けてくれるんです。フラワーエッセンスはメッセージというかヒントをくれるんです。例えば何か、自分の人生幸せじゃないところがあると感じてどうしてと自分の中を探す。その自分の中を探すときにフラワーエッセンスは手伝ってくれるんです。例えば自分の内側を探求しながらエッセンスを直感で選んだとします。選んだものがアラスカンエッセンスのシューティングスターだったとします。このフラワーエッセンスを選んだ人の傾向は、どこも自分のいる場所ではないと感じている傾向があります。そしてこの場所っていうのはその土地であるとか実際の場所という意味だけではなくて、このグループや組織の中でという意味も含みます。このどのグループの中にいても心のどこかで他の人たちに対してなんだか馴染めないとか孤独感や、疎外感を感じていたりということです。もしくは本当に住んでいる土地に関して、そう感じることもあります。例えばこの地球が本当の自分の住むところではない気がしてどこかの星に帰りたいっていう気持ちがあったり、でも実際はここに生まれてきているということは自分で選んで生まれてきていますので、常にこの地球にいたくないと、今の場所ではなくどこか違うところで生きたいという思いがあると、今自分がいる場所で快適に暮らせないわけです。それでなんだか幸せでない感覚が起きてきたりするわけです。このシューティングスターのエッセンスはそういう人がこの地球に根ざして自分が叶えようと思った目的に再びつながるのをサポートしてくれます。あるいはまたなんか幸せじゃないなと思う時に直感でエッセンスを選んだとして、そういった時にアラスカンエッセンスのオピウムポピーが出たとします。このエッセンスのメッセージは、ちょっと活動しすぎじゃないですか、活動と休息のバランスが大切ですよというものです。もしくはちょっと活動中毒になっているかもしれませんねと言ってきています。活動ばかりして休息することをしなければ、活動で体験したことを自分に統合とか定着させるのが難しいんですね。そうなると活動しているのに
そこで得たものが統合されないので、なんだか足りない気がしてきて、もっともっとやるようにと自分を駆り立てるようになってしまったりします。要はちょっとやり残した感を感じるようになってしまうと言いますか。そうなるとますます駆り立てられてしまいます。そして最後には疲労感がどっと出てしまって、自分が何か空回りしているような、幸せではないような状態になってしまいます。オピウムポピーのエッセンスはこのやり残した感を癒すのを手伝ってくれて、活動と休息がバランスが取れたやり方で人生を生きるのを手伝ってくれます。こんな風にエッセンスは私たちにいろんなことを教えてくれて、さらにそれを手伝ってくれるんです。そして私たちのユーダイモニアを助けてくれるんです。今日は幸せとフラワーエッセンスについてのお話でした。そしてちょっと付け加えなんですが、私がここでお話ししていることっていうのは、私が感じていることであって、フラワーエッセンスはいろんな方がいろんな人生観で使っておられるので、私のとはまた違った考え方があるかもしれません。で、私はそれもフラワーエッセンスの面白いところだと思っています。では最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。物質的な幸せ、外から受ける刺激にも気づかなる、外から受ける刺激にも外から受ける刺激にも気づかなくなる状態のことで、